いつの時代も人はスピードに魅了されてきました。人類の進歩の歴史がますます加速する中、歴史的な快挙の一つが音速の壁を突き破ることでした。初めての飛行成功から間もなく、パイロットたちは航空機をさらに速く飛ばす意欲に燃えました。しかし速い飛行は乱気流を増やし、機体は大きな力を受け、さらなる加速を妨げました。危険な急降下により問題を回避しようとした人もいて、時として悲劇的な結果を招きました。ついに1947年、可動式水平スタビライザーや全動式尾翼といった技術の進歩により、米軍パイロットジャック・イエガーがベル X1 戦闘機を時速1127キロで飛行させ、音速の壁を破り、彼は音速よりも速く飛行した最初の人物となりました。ベル X1 は数多くの超音速航空機の先駆けです。後の設計ではマッハ3以上のスピードに達する機体もありました。超音速で飛行する航空機はソニックブームとして知られる雷の轟のような爆音を伴う衝撃波を発生し、地上の人間や動物に被害をもたらし、建物に損害を与えることもあります。そのため世界中の科学者がソニックブームに注目し、大気中のその軌跡や、それが地上のどこに到達してどれほどの騒音なのかを予測する試みを続けています。科学者のソニックブーム研究をさらに理解するために、音についての基本から考察してみましょう。波のない池に小石を投げ入れた情景を想像してください。何が起きるでしょうか。小石によってあらゆる方向に同じスピードの波が広がっていきます。どんどん直径が拡大するそれらの円を波面と呼びます。同様に目には見えませんが、ホームステレオのような固定された音源も外側に広がる音の波を作ります。波の移動する大気の高度や気温などの要素次第で波のスピードは異なります。音は海抜ゼロでは時速約1225キロで移動しますが、二次元の平面的な円ではなく、波面はこれらの面に対して垂直な放射線に沿って伝わる同心の球面となります。次に列車の警笛のように音源が移動する場合を想像してください。音源がある方向に移動すると、音源の前方の連続する音波は互いに短い間隔に集まります。物体が接近すると音がハイピッチになる有名なドップラー効果の原因がこの周波数の高い波です。しかし音源が音波より遅く動く場合には、音は互いに至近距離内にとどまります。発する音より速い超音速で物体が移動すると、状況は劇的に変わります。音源が自ら発した音波を追い越しながら、現在地からまた別の音波を発すると、波は強制的にまとめられ、マッハコーンを形成します。物体は発している音より速く動いているため、物体が接近してもそれを見る者に音は聞こえません。物体が通過後、ようやくソニックブームを聞くことになります。マッハコーンが地表にぶつかると双極線を形成し、それが前進するに従ってブームカーペットと言われる軌跡を残していきます。ソニックブームの影響を受ける地域がこれによって解明できます。ソニックブームの強さはどうでしょうか。強さの解明には有名なナビエ・ストークス方程式を解く必要があり、超音速航空機が通過するときに発生する気圧の変動を求めることができます。その結果、N 波として知られる圧特性が割り出せます。この形状は何を意味するのでしょうか。ソニックブームは圧が急激に変化するときに起こり、N 波は2つの爆音に関係しています。一つは航空機のノーズでの最初の気圧上昇、そしてもう一つは最後部が通過した後、気圧は急速に正常状態に戻ります。これがダブルブームを起こしますが、通常人間の耳には一つの爆音に聞こえます。実際にこれらの理論を用いたコンピューターモデルで所定の大気の状態と飛行軌道情報からソニックブームの発生する場所と強さを予測することができ、その影響を削減する研究が続いています。当面の間、陸地上空では超音速飛行が禁止されています。ではソニックブームは近年に登場したものでしょうか。そうではないようです。
人間はこの音をなくそうと努力していますが、ある動物たちは自分たちのためにソニックブームをうまく使っていました。巨大なディプロドクスが尻尾を叩きつけると、時速1200キロ以上になって音速を超え、捕食者を追い払っていたようです。あるエビは水中でそれに似た触波を発することができ、巨大なハサミの一振りで離れた場所から獲物を驚かせたり殺したりします。人間はスピードへの飽くなき追求において素晴らしい快挙を遂げてきましたが、実は自然界では先駆者がいたのです。チャンネル登録であなたの好奇心を満たし、毎週新しいことを学びましょう。